はい、ドラゴンボール Z2 で一番印象を受けた瞬間と一番好きなキャラクターとは？またこれあれですね、デリケートな話になりますけども、ちょっと、あくまでこれ私のね、個人的な、意見でございますよ。開発とかね、そういったものとは一切関係がないんですけども、そうですね。ドラゴンボールってね、日本の漫画原作の中でも、ピッコロ大魔王との戦いが終わった後に、もうちょっとだけ続くぞいって言ってね、続いて、伸びて、長くね、やってたっていうのがありますけども、私はすごくそこは、長くやっていただけてよかったなって思ってますし、だからこそ、スーパーサイヤ人や、フリーザのエピソード、そしてセル編、魔人ブー編っていう、やっぱりエピソードがやっぱ生まれたことっていうのは、やっぱ少年ジャンプらしい展開の仕方だったと思うし、そうでなければ、やっぱ素晴らしい物語が生まれなかったなと思うので、やっぱ続けてくれたこともやっぱり一番嬉しいですね。で、中でもやっぱり、いっぱいもちろんね、印象に残ってるところはあるんですけども、これよくスタッフとも話をしてるんですけども、ドラゴンボールってやっぱり、孫悟空っていうそのキャラクターに、じゃあ、感情移入ができるかっていうと、ちょっと違うと思うんですね。憧れることはできるし、悟空かっこいい、頑張れって応援はできると思うんですけども、自分自身が孫悟空だと思って読んでる人とか、見てる人っていうのは、私はあんまりいないんじゃないかなって思うんですね。で、一方で、少年漫画っていうものは、一番読者に身近なポジションとして読者視点で、物語を追いかけてくれる、キャラクターっていうのがやっぱ不可欠でして、じゃないとね、超人たちの戦いだとか物語だけをやっぱ描いてると誰も共感できないし、何が普通で何が超人的なのかっていうのがやっぱ分かんなくなっちゃうので、なんでそのためのクリリンだったりとか、ブルマとかですね、ああいうやっぱ読者視点のやっぱキャラクターっていうのはすごく大事かなって思ってるんですけども、魔人ブー編、後半の方のエピソードですけども、そこでやっぱり、言うと、ミスター・サタンっていうキャラクターがね、いて、私は彼の、キャラクターもそうなんですけども、存在がすごく、好きで、なんでしょう、愚かな人類の代表というかね、一番やっぱ人間らしさがやっぱあって、で、セルゲームの時なんかもね、邪魔ばっかしてみたいな、役割みたいなのがありましたけど、ね、人によってはちょっと見ててイライラするキャラクターだって思うかもしれないですけども、なんでしょうね。魔人ブー系で、印象的なね、やっぱもう誰も倒せない恐ろしい魔人ブーに対して、唯一心の交流を図ったのが、犬のエピソードと、サタンのね、エピソードがあったと思うんですけども、ここでやっぱり、魔人ブー、誰も近寄れなかった魔人ブーに対して、ああいう、心の交流を図れたキャラクターの魅力っていうのはやっぱ鳥山明先生すごいなって思うし、もう皆さんご存知だと思いますけども、本当、ブーとの最終決着ですよね。みんなでやっぱ元気玉を地球全体からね、集めるときにベジータが言っても言うこと聞かなかったのを、やっぱりミスター・サタンがみんなに訴えかけて、結果的にみんなが力を貸すっていうシーンがあって、そこで悟空がね、主人公である孫悟空に、本当にお前は、世界の救世主かもなっていうセリフをしっかりとちゃんと言わせるっていうところがね、すごく、私そういうのが大好きなんですね。なんで、やっぱエピソードとそこにある意味と、やっぱキャラクターが、やっぱ一緒でやっぱ私は好きなキャラクターが決まるので、一番人間らしい、キャラクターである、ミスター・サタン。彼が私は、大好きでございます。